こんにちは、コスケです。今回は僕が北海道でドライブ旅、車中泊旅をするときにいつも食べてしまうおすすめグルメを紹介してみたいと思います。基本車旅に向いているグルメというテーマなので、アクセスしやすいとか食べやすい、テイクアウトできるものがメインでしょうか。たくさんあるので順番に見ていきましょう。1箇所目は猿払村、猿払の道の駅の中にあるホタテ丼です。ここのホタテ丼がめちゃくちゃ美味しいんですよね。この映像2、3年前なんですが、この時で1430円。今はもう少し値上がりしているかもしれませんが、この水槽から生きているホタテを出し、すぐに調理してくれるので、とても美味しい新鮮なホタテ丼を食べることができます。さあ、運ばれてきました。すごい美味しそうですよ。ホタテが丸まんま一つ真ん中にドーンと乗ってますね。見ての通り分厚いホタテがボロボロ乗っていますし、とにかく甘くて美味しいんですよね。ここ猿払に来たらいつも食べてしまう僕の大好きなグルメの一つです。本当にここのホタテは美味しいですね。ちなみに同じ道の駅の敷地内にあるここのホタテ飯もホタテの炊き込みご飯なんですが、とても美味しいのでおすすめです。ここは道の駅の中にあるということもあって、駐車場も広く、車旅でもアクセスしやすい、そんな場所になっています。続いて2カ所目のおすすめグルメですが、佐呂間町の北昇水産で買えるホタテバーガーです。佐呂間町は猿払村と並んでホタテが有名な場所の一つですが、この直売所で買うことができるホタテバーガー、本当に美味しいんですよね。何年ぶりだろう。すごい久々だね。2年ぶりぐらいかな。じゃあ買ってまいりましょうか。メニューを見ても分かる通り、ホタテバーガー何個かあるんですが、僕のおすすめはダントツホタテバーガービッグ3粒入りです。ホタテバーガー以外にもサーモンバーガーとか時鮭バーガーなんかもありますね。じゃあいただきましょうか。うわ、なかなかこんなでっかいホタテフライが入ったハンバーガーないですよね。大きなホタテフライにタルタルソースとレタスとトマトでしょうかね。880円もしますが、美味しそうです。じゃあいただきます。このホタテバーガー本当に美味しくて、ホタテが甘いのはもちろんなんですが、タルタルソースも美味しいんですよね。一度ホットサンドメーカーに挟んで焼いて食べたこともありますが、これもなかなか美味しく、タルタルソースとホタテと野菜が相性バッチリで、これ以上のホタテバーガーは僕は食べたことがないです。もちろんテイクアウト可能なので、車の中で食べることができますし、車旅の醍醐味の一つでもある綺麗な景色を見ながら食事をするということも可能なので、ドライブとか車中泊旅ではおすすめのグルメではないでしょうか。続いて3カ所目は道東厚岸町の牡蠣です。この厚岸町、年中牡蠣を楽しむことができ、特に冬が美味しいんですが、いつ来ても車旅で美味しい牡蠣を楽しめる場所だと思います。僕いつも食べるときはここ厚岸の道の駅の中のレストランで食べています。駐車場が広く車が止めやすいということもありますし、メニューが豊富でテイクアウトも可能です。場合によっては食事をしながらお酒を飲み、そのまま朝まで車中泊ということも可能です。たくさんメニューはありますが、いろいろ食べたい人はこの牡蠣的御膳なんかがいいんじゃないでしょうか。生牡蠣、焼き牡蠣、牡蠣フライ、全部味わえます。いろんなブランドの牡蠣があるので食べ比べなんかもできます。はい、すいません。ごゆっくりどうぞ。はい、どうも。美味しそう。これが牡蠣のソテーだよね。で、牡蠣フライと生牡蠣。これは焼き牡蠣だね。もう身がプリップリで見るからに美味しそうですよね。生牡蠣も美味しいし、焼き牡蠣とか蒸し牡蠣も美味しいんですが、僕が一番好きなのは牡蠣フライです。サクッとジューシーな牡蠣フライ、たまりませんよね。
というわけで3カ所目は厚岸の牡蠣でした。今道の駅紹介しましたが、価格重視ということであれば厚岸漁業協同組合の A 鱗というところもおすすめです。道の駅から数分の同じ市内にあって、ここは安く牡蠣をたくさん食べることができます。丸右衛門マレーモン LL2 つと弁天牡蠣の A4 が2つ、もう2つ。はい、刺身でお願いします。はい、以上で。はい、ベンティングとマレーモこれンですねど。こで食べればあちらにイートインのスペースあるので、あるんですね。はい。これは4年ぐらい前の映像なので、価格がちょっと変わっている可能性もありますし、イートインスペースも少し違うと思いますが、他よりもお買い得な価格で購入でき、奥で食事ができるというのは今も変わらないと思います。見ての通り身もぎっしり入っていますし、とにかく安く新鮮な牡蠣を食べたいという人にはここがおすすめです。続いて4カ所目は釧路市の和商市場勝手丼です。新鮮な海産物を好きなように丼に盛って食べることができる勝手丼。駐車場もありますし、朝の営業時間も早いということもあって、車旅には最適なそんなグルメだと思います。ここの勝手丼、ご飯売ってるお店が何店舗かあるので、そこでまずご飯を買います。酢飯もあるし白米もありますね。その後ご飯を持ってネタが売ってる店に移動。何店舗かあるネタが売ってるお店で好きなネタを選んで乗せてもらって1店舗ずつ会計します。並んでいるネタは地元釧路産のものも多く、ホッケにニシン、タラにサクラマス、トキシラズや八角、おひょうなどちょっと珍しいものもたくさん置いてます。ネタは複数の店舗を回ってちょっとずつ乗せてもらうことも可能で、好きなネタがあるお店を回っていくのもいいですよね。いろいろ会話しながら旬のものを乗せていくといいかもしれません。キンキの刺身があるんですね。高級魚。時期取れるタラとか。やっぱり。キンキの刺身ってあんま食べる機会ないですよね。ないです、ないです。キンキいきますか。はい、お願いします。じゃあキンキお願いします。いろいろ回って好きなネタを乗せてもらったら完成です。北海道釧路周辺じゃないと食べられないものもあるので、選ぶのも楽しいそんな丼ですよね。はい、すけさんの勝手丼。はい、できましたね。どうですか。美味しそう。はい。クジラの心臓どんな味するんですかね。楽しみですね。はい。じゃあちょっといでは早ただいてみたいと速目の思います。前にテーブルがありますので、はいお好きなところに座っていただいて食べはいます。はい。ネタは高いものから安いものまであるので、旬の安くて美味しい食材をたくさん乗せると、ほんと1000円ぐらいで大満足の海鮮丼を作ることもできるので、僕は釧路に行くといつも行ってしまう場所ですね。この和商市場の勝手丼が4カ所目でございました。続いて5カ所目ですが、同じ釧路で食べることができるザンタレです。釧路のザンタレで有名なのは発祥の鳥松とか、あとは大森の南蛮亭なんかはかなり名前の知られたお店だと思いますが、僕が好きなのはこの鳥吉というところです。ここのザンタレはサクサクしてて、タレもさっぱりしてて美味しいんですよね。お店の中で食べることもできますが、もちろんテイクアウトも可能です。で持ち帰りだとさすがにサクサク感はなくなるんですが、でも美味しいです。で箸だと食べにくいので、僕はいつも手袋をして食べております。じゃじゃん。ちなみにこれ骨ありザンギと骨なしザンギそれぞれ1個ずつ頼んだ2つ分でございます。でこれが骨ありですよね。じゃあ早速いただきましょうか。いただきます。うまい。サクサクしてて、サクサクしてて美味しいです。ここのザンタレは骨付きと骨なしが選べるんですが、僕は骨付きの方が美味しいと思いますし、ザンタレといえばやっぱり骨付きのイメージがあるので、もし食べてみるなら骨付きの方がおすすめかなと思います。で、少し古い映像なんですが、こっちは大森のザンタレで有名な南蛮亭です。今の価格どうなっているか分かりませんが、数年前はザンタレ950円でした。
この950円でどのぐらいのザンタレが出てくるかというと、なんとこれでございます。すごい量ですよね。とてもじゃないけど一人じゃ食べきれないぐらいの、そんな量のザンタレです。ここは骨なしで食べやすく、テイクアウトも可能なので、車中泊とか車旅でも利用しやすいと思います。妻が頼んだものはハーフでしたが、これも通常のザンギ定食の 1.5 倍から2倍ぐらいの量あったと思います。この後妻と2人で必死に食べて、もう最後の方は箸がかなり止まってしまいましたが、それでもどうにか完食という感じで食べきることができました。というわけで、この釧路のザンタレがおすすめのグルメ5カ所目でございます。続いて6カ所目のおすすめグルメですが、再び釧路です。釧路泉屋というところのスパカツ、これも僕いつも食べてしまうグルメです。実はこのスパカツも大盛りグルメの一つなんですよね。これ一番でかいのを頼んだんですけど、食べきれるかな。持った感じは重さ1キロぐらいありそうだね。これは多分2人で1つとか食べるやつじゃないかな。いや、本物はあれだね。カツの厚みが、カツのサイズが大きいね。それではいただきます。これからいきましょうか。うまい。カツも柔らかくて美味しいですし、なんせ量が多いので、たくさん食べる男性でもお腹いっぱいになる、そんなカツが乗ったミートスパゲッティですよね。僕結構量食べる方なんですが、そんな僕でもなんとか頑張って完食できたというぐらいの量で、本当に多かったですね。しばらくスパゲッティはいいかなというくらいお腹いっぱいになりました。もちろんテイクアウト可能なので、車旅でも利用しやすい、そんなグルメだと思います。次は7カ所目ですね。7カ所目は僕も大好きでいつも食べている十勝豚丼です。このお店は釧路なんですが、十勝周辺に豚丼食べられるところはたくさんあります。そんなたくさんある中でも僕が好きな場所の一つがこの釧路の豚福でしょうか。お店の中で食べられるのはもちろんですが、テイクアウトも可能です。仕出し用のお弁当みたいなのがパンパンになってます。じゃじゃん。うわ、美味しそう。めちゃくちゃ大盛りですね。で、山椒をかけて、でここの豚丼は普通盛りとご飯大盛りで、肉は大盛りと超大盛りがあって、テイクアウトだとベースが900円ですね。普通のセットが900円で、これは肉を超大盛りにしたテイクアウトでございます。それではいただきましょうか。わ肉がすごい入ってますね。で、肉もロースとバラとミックスがあって、これミックスなのでバラ肉とロース肉両方入ってるはずです。で、一枚一枚炭焼きしてるので香ばしい炭の香りもします。ご飯普通盛りで肉を超大盛りにすると肉の方が多いね。肉の方が多いですね。すごい盛りだね、これ。というわけで、この豚福、とにかく肉の量が多く、肉好きにはたまらない、そんな豚丼となっています。甘辛いタレで炭の香りがしっかりする肉がたっぷり乗った豚丼なんですよね。そして僕、もう一つよく行く豚丼屋さんがあって、それがこの帯広にあるトンタです。ここも店内で食べることができますし、テイクアウトも可能な豚丼屋さんで、とても人気で混んでいるので、できれば電話で予約して取りに行くといいかもしれません。では、いただきましょうか。じゃじゃん。ダン。豚丼のバラとロースの盛り合わせ。ご飯も肉も大盛りでございます。これはロースだよね。で、こっちはバラですよね。で、このトンタは、定番のロースも美味しいんですが、バラがねバラが美味しいんですよ。じゃあちょっとバラから食べようかな。いただきます。ここの豚丼はタレがかなり甘めで、ロースとバラ選べるんですが、
バラの方が個人的にはおすすめです。というのも、このバラの豚肉の脂肪が甘いんですよね。めちゃくちゃ美味しいので、ぜひここに来たらバラを食べてもらいたいなという感じはします。そして豚丼といえば忘れてはいけないのが、帯広駅前にある元祖豚丼のパンチョです。ここが豚丼発祥と言われてますね。ここの豚丼は他よりも甘さが控えめで、甘い豚丼が苦手な人にはとてもおすすめの豚丼ではないかと思います。これ以外で僕が個人的に好きな豚丼屋さんが、札幌にたくさん店舗がある一品というお店です。ここは帯広に本店がある豚丼屋さんなんですが、肉の柔らかさとか香ばしさ、甘みなんかがちょうど僕の好みのど真ん中なんですよね。僕一番好きなのどこですかって聞かれたら、この一品って答えるかもしれません。今回紹介したのは肉選べるところは大盛りにしてあって、だいたい価格はどのお店も1000円ちょっとぐらいだと思います。ここ最近は価格変動も大きいので、ネットなんかでチェックしてみるといいと思いますが、1000から1500円の間ぐらいだと思います。いずれもテイクアウトができて車旅でも食べやすいおすすめグルメではないでしょうか。次は8カ所目のおすすめグルメですが、長万部のカニ飯です。僕、長万部のカニ飯はこの横手商店をはじめ、いろんなお店で食べたことがあるんですが、どこで食べても大体美味しいですよね。その中でも個人的に僕の好みなのが、この長万部の浜の屋と定番の長万部駅前金屋かなと思っています。実際いろいろ食べ比べてどこも美味しかったんですが、浜の屋は一番カニの感じが強くて美味しかったですね。カニの風味とか味を強く感じたい人は浜の屋。素朴でシンプルなザ・カニ飯、スタンダードなカニ飯を楽しみたい人は金谷のカニ飯弁当がおすすめかなと思います。とはいえどこのカニ飯も美味しいですし、お弁当になっているので車の中に持ってきて食べやすいというのも車旅でおすすめな理由の一つです。実際何個かカニ飯買って食べ比べたんですけど、その2つが個人的には好みかなというふうには思いました。価格はどこも1000円ちょっとぐらいでしたね。1000何十円とか1200、300円ぐらいだったと思います。というわけで8カ所目のおすすめグルメが長万部のカニ飯でございました。9カ所目のおすすめグルメはもう少し南に移動し、定番函館の長谷川ストア焼き鳥弁当でございます。お弁当で持ち帰りができるということと、朝や夜も営業しているので、普通の観光でもそうですが、車旅だと特にお世話になるグルメです。注文が来てから店内で焼いて、それをお弁当にしてくれるので、ほかほかの焼きたて弁当を楽しめる、そんなグルメでございます。食べ方なんですが、こうやって蓋で豚串を押さえ、中の串を抜いてから食べるというのが地元の人の食べ方じゃないかと思います。味とかサイズいろいろあるんですが、個人的にはタレがおすすめかなというふうに思っています。普通サイズのタレが一番量もちょうどよく、長谷川ストア特製の函館ワインが入ったタレを使っているので、他では食べられない焼き鳥弁当をいただけると思います。というわけで、この函館の長谷川ストアの焼き鳥弁当、これが9カ所目でございました。では続いて10カ所目いきましょう。10カ所目は同じ函館のラッキーピエロのハンバーガーです。ラッキーピエロも車旅に限らず定番の函館グルメですが、ハンバーガーということもあってテイクアウトしやすいですし、何よりボリュームもあって美味しい定番の函館グルメです。このラッキーピエロ、店舗ごとに雰囲気も違いますし、店舗独自のメニューなんかもあったりして飽きずに楽しめると思いますが、僕が一番よく行くのはこの峠下総本店です。ここは駐車場も広く、店内も広いので混雑している時も待ち時間は比較的少ないんですよね。ラッキーピエロはハンバーガー屋さんではありますが、実はメニューたくさんあります。オムライスやカレーも結構美味しいです。もちろんハンバーガー以外もテイクアウトできるので、車に持ってきて食べることも可能です。今回のこれはラッキーピエロの焼きそばで肉がたくさん入ってて
美味しいんですよね。うん。ラッキーピエロはハンバーガーのイメージありますが、実はハンバーガー以外も美味しくて、焼きそば、オムライスあたりもおすすめです。じゃあハンバーガー行きましょうか。最近モスバーガーが値上げするという話も聞きましたが、そうなってくると、もうこのラッキーピエロのコスパの高さっていうのが際立ってきますよね。ラッキーピエロも大きくて、しかも美味しいハンバーガーなので、今回とんかつバーガーですね。とんかつが入ってます。じゃあいただきます。ちなみに450円ぐらいかな。そんな高くないんですよね。もう肉ががっつり入ってるので、男性にもおすすめですね。美味しい。ちなみにラッキーピエロで一番人気なのはこのチャイニーズチキンバーガーで、ザンタレみたいなのが中に入っているハンバーガーなんですよね。北海道らしくガラナを飲みながらオムライスも食べるというのもいいかもしれませんね。中に肉がたくさん入っていて美味しいオムライスでした。というわけでこの函館のラッキーピエロが10カ所目となります。そういえばオムライスといえばチキンライスなんですが、このラッキーピエロのオムライスは豚肉が入ってましたね。多分豚だと思います。次は11カ所目、ようやく後半に入りました。11カ所目は松前の岩のり弁当、のりだんだんです。この松前の城下町風の商店街にある矢野という温泉旅館でのりだんだんは食べることができます。それではこの温泉旅館矢野のレストランでテイクアウトしていきましょう。ここにも書いてますね。テイクアウトのりだんだん、松前名物岩のり塩ということで、のりだんだん弁当買ってまいりました。早速いただきましょう。それでは本日の晩ご飯、のりだんだんいただきましょうか。松前名物のりだんだん弁当でございます。もうこれ袋から出した瞬間に海苔のいい香りめちゃくちゃしますよ。じゃじゃーん。うわー美味しそう。見てください、この海苔の量。なんかすごいいっぱい海苔が盛ってありますね。それではレストラン矢野の海苔だんだん弁当いただきます。すごい海苔だね。なんて言うんだろう。硬いね、海苔が。海苔だんだんっていうだけあって、2段になってますね。よし。じゃあいただきましょう。めちゃくちゃ美味しそう。香りがすごいいいですもんね。いただきます。うまい。もしかすると今こののりだんだんテイクアウトを停止しているかもしれませんが、お店に行くとレストランで食べることができます。本当にこの松前の岩のりは香りが良くて美味しいんですよね。もちろん岩のり弁当他の場所でも食べることができて、僕が最近食べたのが函館市内のキッチンかゆかわです。ここは事前予約が必要ですが、美味しい岩のり弁当と岩のりおにぎりをテイクアウトすることができます。じゃじゃん。思ったよりもおかずがいっぱい入ってますね。エビフライと、これはポテトサラダをハムで包んだものかな。で、卵焼きとアスパラ。で、トマトに、下の方にはチキンソテーも入ってますね。で、ここには鮭が入ってて、で、なんといっても、この下が、奥尻、松前で採れた岩のり。じゃあ早速、この岩のり部分からいきましょうか。なんならこれだけで売ってほしいけどね。なんならこれだけのも欲しいけど。じゃあ、いただきます。もう海苔の質感が普通の海苔弁とは全然違いますよね。
うわー、うまい。香りが全然違いますね。で、続いておにぎりもいきましょうか。普通の海苔とこの岩海苔の決定的な違いは香りだよね。もうまさに海の香りがする、そんな海苔となっております。じゃあいただきます。お、うまい。この函館周辺の岩海苔は本当に香りが良く、僕らが食べている海苔とは全く別物ですね。矢野の海苔だんだんは分かりませんが、キッチンかゆかわはテイクアウトもできて、車中泊旅、車旅でも食べやすい、そんな岩海苔弁当、おにぎりではないかと思います。先日、津軽海峡のフェリーターミナルに行ったら、そこにも岩海苔弁当があって、テイクアウトできそうだったので、今度そこでテイクアウトしてみましょうか。同じ海苔を使っているのならかなり美味しいんじゃないかと思います。というわけで11カ所目は松前、函館周辺の岩海苔弁当でございました。では12カ所目いきましょう。12カ所目は期間限定なんですが、夏の北海道に来たらこれは絶対に食べてほしい、そんなグルメです。ちょっと高いけどめちゃくちゃ美味しいシャコタンのウニです。高いと言っても2年前で3200円かな。このシャコタンのウニは本当にびっくりするぐらい美味しいので、普段あまりウニが得意じゃないという人にもぜひ食べてほしい、そんなウニですね。ただお店で食べるとかなり待ったりすることも多いので、個人的におすすめなのはテイクアウト、ウニを買って車の中でウニ丼を作るという方法です。シャコタンあちこちで塩水ウニ売っていますが、それを買って車で作るといいですよね。僕がよく行くのはこの大川商店です。一つネックがあるとすれば、このシャコタンのウニ、年々価格が上がっていて、去年びっくりするぐらい高かったんですよね。見ての通り、塩水ウニ税込み3510円でした。紫ウニでこの価格です。昔もうちょっと安い時は2つ買って車の中でレトルトご飯をチンして酢飯を作り、水を切った塩水ウニを豪快に乗せて食べてました。2パック乗せるとウニ 200g ということもあって、お店で食べるよりも豪華なウニ丼ができますね。いやー、できましたよ。めっちゃ美味しそうなこんもりウニが盛られたウニ丼でございます。いや、こんなのなかなか食べれないね。まあお店で食べてもこんなに多くないですよね。軽く醤油をかけて、うわー、美味しそうだね。濃厚で甘い。今年はさらに高くなる可能性もあって、なかなかこんな豪華なウニ丼は作れないかもしれませんが、車内で食べることができて、車旅でも楽しめる、そんなウニ丼でございます。僕たまにシャコタン以外のウニも一緒に買って、ウニ海鮮丼みたいなのを作ったりもします。ちょっとシャコタンのウニはやっぱり割高なので、それ以外のウニと食べ比べたりするのもいいかもしれませんね。6月後半あたりから8月ぐらいまでの間に北海道に来た場合は、ぜひシャコタンのウニ食べてみてください。本当におすすめです。13個目のおすすめグルメは、先日動画にもしましたが、ビバイのビバイ焼き鳥です。有名なお店が何店舗かあり、いろんなところで購入可能なんですが、僕はいつもこのコアビバイというスーパーで買っています。ここはすでに焼いてあるものがお惣菜としてパックで売ってるんですよね。発祥は三船というお店みたいですが、この福吉のビバイ焼き鳥も美味しいです。北海道には何個か有名な焼き鳥があって、一つはさっき動画で紹介した函館の長谷川ストアの焼き鳥弁当の焼き鳥。あれは豚バラ肉と長ネギを使った一般的な豚精肉だと思います。室蘭焼き鳥というのもありますが、室蘭焼き鳥は基本豚の肩ロースと玉ねぎを使ったからしで食べる焼き鳥なんですよね。
ビバイ焼き鳥は鶏肉と鶏レバーや砂肝、心臓などの内臓、そして玉ねぎを一つの串に刺して焼く北海道美唄市の郷土料理です。塩コショウで味付けするのが一般的ですね。お店で食べることもできますが、基本居酒屋さんみたいな感じで夕方から営業していたり、営業しててもランチの時間帯と夕方からっていう感じだったりするので、車旅だとスーパーで買えるビバイ焼き鳥が重宝するんじゃないかなと思います。鶏を内臓まで無駄なく使い、北海道でたくさん採れた玉ねぎを使用したタンコーマンに愛された郷土料理、おすすめグルメの一つです。次で14カ所目でしょうか。14カ所目のおすすめグルメは、小平の道の駅のタコザンギです。これもこの前動画で食べましたが、オロロンライン日本海沿いはタコが結構取れて、タコが名物というところもあります。タコザンギ増毛の駅の跡とか、留萌の道の駅とか、いろんなところで売っていますが、僕はこの小平の道の駅で買えるタコザンギが大好きです。道の駅の中にも売ってますが、この外にあるタコザンギ、これがめちゃくちゃ美味しいんですよね。薄く切ったタコに衣をつけてさっと揚げる料理です。あまり火を通していないからか、中がふわふわとろっとしていて、外側はサクサク。本当に美味しいので食べてみてください。夏のオロロンラインは北海道の定番ドライブルートの一つでもありますし、途中にあるこの小平の道の駅で食べることができるので、車旅でも食べやすい、そんなグルメとなっています。15カ所目は、これもオロロンライン沿いをもう少し北上したところにあるんですが、羽幌町の甘エビファクトリーエビ丼です。増毛からこの羽幌あたりのオロロンライン沿いは、タコも取れるんですが、エビもたくさん取れるんですよね。価格は年々高くなっていますが、去年の時点で S が1000円、L が2000円でした。来ましたよ、甘エビ丼 L サイズでございます。醤油はかかってるのでこのままいただきましょう。ほんと羽幌のエビは美味しいんですよね。ちなみに甘エビだけじゃなくてボタンエビとかも使ってるって季節によってね書いてましたね。さあ、それじゃあいただきましょうか。うわー、美味しそう。びっしりエビが乗ってて、醤油がすでにかかっております。若干醤油、だし醤油かなんかがかかってて美味しいんだよね。ではいただきます。めちゃくちゃ美味しいね。甘いしプリップリだし、殻も尻尾も全部剥いてあって、醤油もかかってます。そしてテイクアウトもできるということもあって、車旅でもめちゃくちゃ食べやすいエビ丼なんですよね。普通尻尾とか頭がついてたりするので、車だと食べにくいんですが、これは食べやすいです。もちろん増毛から羽幌周辺のお寿司屋さんなんかでも美味しいエビ出してくれます。僕がよく行くこの増毛の松倉でも甘エビ丼美味しいんですが、車旅で食べるならさっきの甘エビファクトリーが殻も全部剥いてあってテイクアウトもできて食べやすいですよね。ただ味だけで見るとやっぱり寿司屋さんの海鮮丼、甘エビはもちろん海産物全般はとても美味しいので、時間とか余裕がある場合はオロロンライン沿いの寿司屋さんに行くというのも一つの方法じゃないかと思います。続いて16カ所目ですが、別海町のポークチャップの店、ロマンのポークチャップです。ここのポークチャップ、とにかく大きくて一度は食べたい、そんな北海道グルメだと思います。もちろん店内で食べることもできますが、電話で予約して受け取ってテイクアウトすることもできます。でかい肉なので焼くのに時間がかかるということもあって、予約してテイクアウトがいいかもしれませんね。テイクアウトだとしっかりした大きめの入れ物に入っていて、蓋を開けると中からポークチャップが出てきます。めちゃくちゃ大きいですよね。確かこれ 700g で厚さも10センチぐらいあるんじゃないでしょうか。北海道ポークチャップが美味しいお店って何個かあると思いますが、ここまで大きなポークチャップが売ってるお店はなかなかないですよね。
ご飯がなくても十分お腹いっぱいになるサイズだと思うので、テイクアウトしてこの肉だけを豪快にナイフとフォークで切って食べるというのがいいかもしれませんね。もちろん中までしっかり火は通ってますし、中までジューシーで美味しいポークチャップです。ソースはかなり甘めなので、好みはあるかもしれませんが、僕は好きですね。ちなみにお値段ですが、やはり年々価格はちょっとずつ上がっていて、さっきネットでチェックしたら 700g で3000円、税込み3000円となっています。この当時はまだ2000円台だったので、やはり少しずつ高くはなってますよね。とはいえ予約もできますし、テイクアウトもできて車内で食べやすく、他ではなかなか食べることのできない、そんなおすすめグルメだと思います。やっぱりお店入って2、3人で1つのポークチャップ頼んで食べるっていうのはちょっと難しいと思うんですが、テイクアウトだとこれ1つで、家族みんなお腹いっぱいになるかもしれませんね。ご飯別で用意すればこれ1つで十分だと思います。続いて17箇所目は、十勝中心に札幌周辺にもある唐揚げのチェーン店、鳥製の唐揚げでございます。釧路はザンタレが有名ですが、実は十勝は唐揚げが美味しく、この鳥製のチェーンはどこで食べても安定した美味しい唐揚げが食べられる場所です。もちろん電話で注文してテイクアウトもできるので、車の中でも食べやすいですよね。この鳥製は若鶏の唐揚げ以外にも炭火焼きも売ってます。どっちも美味しく売れてると思いますが、僕個人的には唐揚げがおすすめです。左側が炭火焼きで右が唐揚げですが、唐揚げは鳥製独自の味付けなのか、柔らかくジューシーで外側はサクッとしてて本当に美味しいんですよね。十勝の中札内周辺の唐揚げって骨付き唐揚げが一般的で、どこで食べても結構美味しいんですけど、特にこの鳥製の唐揚げが僕は好きです。十勝周辺だけじゃなく、札幌とか苫小牧でも買うことができ、テイクアウトもできるということで、車旅で北海道に来た時はぜひ食べてほしいグルメの一つです。では次は18箇所目行ってみましょう。18箇所目のおすすめグルメですが、ここ石狩にある佐藤水産サーモンファクトリーの名物おむすびです。ここのおにぎりが本当に美味しいんですよね。ここのおにぎり1個500円前後するんですが、サイズも大きく普通のおにぎりの2倍ぐらいかな。で、具もたくさん入ってて、佐藤水産ということもあって、特に筋子が美味しいです。筋子のおにぎりはまさに絶品で、僕は通ったら毎回買ってしまいます。もうこのおにぎりは筋子がたっぷり入ってるんだよね。めちゃくちゃ美味しいですよ。じゃあいただきます。ちなみにこの佐藤水産の直売所、おにぎりだけじゃなくいろんな惣菜も売ってます。特に僕好きなのがこの海鮮マリネです。これめちゃくちゃ美味しくて、いつもおにぎりと一緒に買ってます。おお、これはなかなか美味しそうだよ。エビもたっぷり入ってるし、ホタテにホッキなんかも入ってるね。でこれはイカですよね。マリネ好きな人にはすごいおすすめだね。玉ねぎもたっぷり入っております。ちょっと待って、これめちゃくちゃ美味しいよ。ハマりそう。この石狩の佐藤水産サーモンファクトリーの直売所はおむすびが一番おすすめではありますが、お惣菜も美味しく全部テイクアウト可能なので車旅でも食べやすい、そんなおすすめグルメの一つです。次は19箇所目、もう終盤に入りましたね。19箇所目は白老町にあるスーパー熊谷のサーモン丼です。ここ白老町の地元のスーパーなんですが、中に飲食店が入ってるんですよね。海鮮丼もたくさんあって、基本どのメニューもコスパが高く美味しいです。もちろんテイクアウトもできるので、車旅にもぴったりのそんなグルメとなっています。これ2年前の映像なので、今もうちょっと値上がりしてるかもしれませんが、基本コスパが高い、そんな海鮮丼が揃ってますよね。ちなみにここのサーモン丼、ただのサーモンではなく、地元古城浜森田養豚場の
直送サーモンです。海鮮丼どれも美味しく、マグロ丼とかもおすすめなんですが、やはり地元のものを使っているということもあってサーモン丼おすすめです。お店の中で食べると結構大きめの丼に乗ってきて、見ての通り油の少ないさっぱりした味の濃いサーモンが楽しめます。こっちはマグロ丼ですが、これも普通に美味しかったですね。丼も大きく、ネタはたくさん乗っていて、コスパは高いと思います。テイクアウトするとこんなしっかりした入れ物に醤油付きで入ってきます。正直これかなり安くて、ちょっと驚きの価格なんですよね。こっちが980円の古城浜で採れた多分ニジマスのサーモン丼ですけど、ニジマスの刺身が乗ったサーモン丼だと思います。結構ボリュームあります。でこれがほかほかだね。ちょっと開けないとこうかな。これがかなり高価な白老牛を使った牛丼。肉もたっぷりですね。680円でございます。こっちは中サイズなのでやや器は小さいんですが、でも普通の吉野家の牛丼の並ぐらいはありますよね。並か並以上あると思います。じゃあ早速行きましょうか。サーモン丼いただきます。僕らが食べたことあるサーモンだとチリ産とノルウェー産が一般的だと思いますが、ノルウェー産ほど脂が多くはないんだよね。さっぱり食べられます。で、チリ産よりもずっと味が濃くて、とても美味しいサーモンですね。しかもご飯はちゃんと酢飯で、サーモンとよく合います。特に地元産サーモンを使ったサーモン丼がおすすめではありますが、この地元産の白老牛を使った牛丼も安くて美味しいんですよね。基本何を食べてもコスパが高く美味しい白老町のスーパー熊谷のお弁当、これが19カ所目でした。テイクアウトも全て可能なので、車旅でも食べやすいと思います。最後の20カ所目ですが、最後ということもあって、車旅にはあんまり向いてないけど、北海道でぜひ食べてほしいおすすめグルメを紹介してみたいと思います。いくつかあるんですが、まずはジンギスカンでしょうか。僕がよく道外の人と一緒に食べに行くのはこの旭川の大黒屋です。ここはもう有名なジンギスカン屋さんで本当に美味しくておすすめですね。近くに駐車場もあって車旅でも利用できなくはないということと、やっぱりここのジンギスカンは北海道の中でもかなり美味しい場所の一つだと思います。脂身と赤身のバランスも良く、しつこくないのでいくらでも食べられちゃうんですよね。タレもさっぱりしてて美味しいので食べ過ぎてしまうくらいです。この大黒屋のジンギスカン、おすすめグルメの一つですが、当然服に匂いがつきますし、ビールも飲みたくなるので、車旅向きかと言われるとちょっと悩ましいところですね。ジンギスカンといえば、もう一つ僕がたまに行くのがこの帯広の白樺というジンギスカンです。ここはマトンもあってシンプルで臭みがない、そんなジンギスカンを楽しめるところですね。マトンとラムの食べ比べなんかもできます。ここのジンギスカンもさらっと食べられて美味しいので、本当に食べ過ぎてしまいますね。普通のラムやマトンのジンギスカンも美味しいんですが、やはり北海道に来たら食べておきたいのがサフォークラムです。サフォークは旭川の北にある標津なんかでも食べることができますが、僕が食べたことがあるのは道東標茶町のホテルテレーノです。ここのサフォーク本当に美味しかったんですよね。ちなみに横の自販機でも売っているので、車旅でも利用しやすいかもしれません。うわ美味しそうですね。自社の牧場で。そうです、そこで。そうなんですか。へえ、すごい。これ去年生まれたやつの4月頃。へえ。美味しそうですね。生まれたやつね。僕初めてサフォーク食べたんですけど、普段僕らが食べているニュージーランドとかオーストラリアの普通のラム肉と香りが全然違うんですよね。では行きます。うわー美味しそう。見て、油がジュージューしてます。これは美味しそうですね。はい。うわー美味しそう。いいですか。じゃあいただきますよ。はい。熱いですねこれね。
ここのサフォーク本当に美味しくて、今でも思い出してよだれが出てしまうぐらい、そんな美味しいサフォークラムでしたね。確かに若干価格は高いんですが、本当に美味しいので、北海道に来たらぜひ食べてもらいたいグルメの一つかなと思います。ただし、ビール飲みたくなりますし、車旅に向いているかというと、なかなか悩ましいところではあります。ただ、このサフォークに関してはそんなに匂いは気にならなかったかもしれませんね。最後もう一つ、車旅ではあんまりおすすめできないものの、できれば食べてみてほしいおすすめグルメの一つが、ここ釧路で食べることができる炉端焼きです。釧路にはたくさん炉端焼きのお店がありますが、いずれも共通するのは、服は炭の匂いで臭くなってしまうということと、ビールが欲しくなるそんなグルメで、車中泊旅では洗濯物が増え、運転できなくなるので、あんまりおすすめはできないんですよね。ただ、釧路でホテルを取って一晩ゆっくりするという時は、釧路の美味しい海産物とかジンギスカンを炭で焼いて食べることができるので、ぜひ食べてみてほしい、そんなグルメだと思います。この炉端焼きに関しては、一人で食べるというよりは、みんなで炉端を囲んでワイワイ楽しむという食べ方の方が楽しいかもしれませんね。お酒を飲みながらみんなで楽しむ、そんな食事でございます。これもおすすめグルメの一つではありますが、車中泊旅、車旅にはあんまり向いてないかもしれませんね。というわけで、今回は車旅でおすすめのいつも食べてしまう北海道グルメベスト20でした。もちろん今回紹介したもの以外でも美味しいものたくさんあって、とても全ては紹介しきれなかったんですよね。スイーツなんかは一つも入ってないですからね。今回は基本僕がよく食べてる北海道らしいおすすめグルメということで紹介してみたので、北海道遊びに来た時には食べてみてもらえたらなと思います。それではまた次回の動画をお楽しみに。